さんこんにちは。Speak Japanese Naturally のふみです。今日の動画は皆さんの発音を良くするための動画です。発音というのはこの声、音ですね。ただ一つ一つの発音ではなくて、今日はとっても大事なリズムと音の高低、高い、低いについて勉強します。ここが皆さんの日本語が上手に聞こえるか、または皆さんの日本語が通じるか、そのポイントになってきます。通じるっていうのは相手が皆さんの日本語を聞いてわかるという意味です。なので今日は通じる日本語を話せるように練習しましょう。一つ一つの音の勉強がしたい人はこちらの動画を見てください。これは英語で説明している動画です。で、英語がわからない場合は字幕をつけてみてください。で、今日はリズムと音の高低を勉強すると言いましたが、このリズムっていうのが実はとっても大事です。で、ここで言うリズムは何かというと、音の一つ一つの長さのことです。例えば、ひらがなという言葉。これを英語のリズムで言うと、ひらがなとなります。ひらが短くて、がが長くて、なが短いですね。たという感じです。でもこれを日本語のリズムで言うと、たってなります。ひらがなのその一つ一つの文字が全部同じ長さなんです。もちろんカタカナも同じ長さです。だから、ひらがな4つの文字が全部同じ長さで、ひらがなとなります。で、これができていない人が日本語の上級者にも多いです。特にカタカナになるとこれができない人がとてもたくさんいます。なのでこの動画は初級者、ビギナーから上級者まで、日本語の上手な人まで、ぜひ見てもらいたい動画です。一緒にたくさん練習して日本語のリズムを身につけましょう。では練習を始めます。で、さっきリズムが大事って言ったんですけど、特に大事なのが小さいつと、伸ばす音。例えば、こうって伸ばす時のおですね。それから、んの音です。これも全部他の文字と同じ長さになります。これができてない人がとっても多いです。なのでまずはそれから練習をします。じゃあ一つ目はこれです。読んでください。サッカーですね。文字が4つです。サッカーです。このつの長さも一文字分の長さです。サッカー。ちゃんと長く言えましたか？この小さいつが短くなる人がたくさんいます。もしサッカーの、小さいつを短く言うとサッカーとなります。サッカー。3つ分しかないですね。そうすると日本語ネイティブスピーカーの人にとってサッカーってわからなくなります。今、なんて言ったのかなって思います。サッカーと
全然違う音なんです。なのでしっかり小さいつの時間をとってちゃんと長く言うようにしてください。サッカーです。では、指で長さをカウントしながら後について言ってください。サッカー、サッカー。では次は指なしで。サッカー、サッカー。次、5回言いましょう。サッカー、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 サッカー。はい。では次、コーヒー。これも4文字です。コーヒー。全部同じ長さで言います。この伸ばす音が短い人がたくさんいます。ただ、日本語ネイティブスピーカーにとって、例えば、ことこうは別の音です。ここと高校があります。ここはこの場所という意味です。高校はハイスクールですね。で、ここ、高校、これは全然違う言葉です。なので、伸ばす音はしっかり伸ばさないといけません。コーヒーです。コーヒーについては、音の工程も大事です。ピッチアクセントです。これは、コーヒー、いだけ低くなります。すごくゆっくり言うと、コーヒーで、この、こう低く始めることもあります。でも、普通の速さで話すときは、コーヒー、いだけ低くなります。しっかり伸ばして、いだけ低く言ってください。では、指でカウントしながら、後について言ってください。コーヒー、コーヒー。次は指なしで後について言ってください。コーヒー、コーヒー。次は5回言います。コーヒー、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 コーヒー。はい。では次、んの音です。これは、こんにちはです。文字が5つなので、こんにちはです。なんですが、何ぬねのの前のんが短くなる人がとても多いです。こんにちはってなる人が多いです。でもそうすると4つしかないですね。そうすると上手な日本語ではなくなってしまいます。しっかりんの長さを出して、こんにちはと言います。ピッチアクセントは、こんにちはとも言えますが、普通は全部フラットで、こんにちはと言います。では、後について言ってください。こんにちは。こんにちは。では、指なしで、こんにちは。こんにちは。5回言ってください。こんにちは、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 こんにちは。はい。ここまでをまとめると、大事なのは小さいつと伸ばす音、そしてんです。これらをちゃんと長く、ちゃんと時間をとって言ってください。次にちょっとだけピッチアクセントの練習をします。まずはこれを読んでください。
これは友達です。でもこれを友達という人がたくさんいます。4文字の時にたたたたっていう人が多いんですが、そのパターンのアクセントは日本語にはありません。なので、たたたたっていうと日本語っぽくなくなります。友達は友達です。最初が低くて、もで上がって、そのまま高いままです。友達。では、後について言ってください。友達。友達。じゃあ、5回言います。友達、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 友達。はい。次はこれを読んでください。これは、時々です。これも、時々という人が多いです。でも、日本語には、たたたたはありません。この場合は、たたたた。友達と一緒で、時々、たたたたです。これも後について言ってください。時々、時々。5回言いましょう。時々、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 時々。はい、いいですね。ピッチアクセントについては、たくさん日本語を聞いて覚えていくのがいいと思います。で、単語を勉強するときには、よく聞いて、ピッチアクセントがどうなってるのかなって考えて真似する練習をしてみてください。全部覚えるのは大変なのでしなくていいです。でも真似をするときに何かを聞いて真似をするときにどういうピッチアクセントなのかなってそれは聞くようにしてください。ピッチアクセントだけじゃなくて文全体にも高いとか低いがあります。で、それをしっかり真似するようにしてください。最初は難しいかもしれません。でも、だんだんできてくると思うので、適当に読むんじゃなくて、しっかり真似をしようと思って真似するようにしてください。真似をするというのは同じように言うってことです。では、いくつか練習をしましょう。小さいつとんと伸ばす音、それからピッチアクセントに気をつけて、まずはこれを読んでください。レッスンです。つの長さはしっかり取れましたか？レッスンの場合は、レって言った後すぐスの準備をします。なので、レッスのようにスの音がすぐに聞こえます。レッス。で、三つ目でスって言います。レッスんです。レッスん、レッスん。二つ目でスの音が聞こえてますね。レッスンです。では指でカウントしながら後について言ってください。レッスン、レッスン。次は指なしで後について言ってください。レッスン、レッスン。では5回言いましょう。レッスン、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 レッスン。はい。
で、レの音がわからないっていう人は、さっきも言ったこっちの動画見てください。では、次はこれを読んでください。これは、アップルです。これも、つの長さ、しっかり取れましたか？この場合は、あと言ったらすぐに、プの口の形にします。あです。で、三つ目で、プッと音にします。アップルです。最後、ル、うの音をしっかり入れてください。アップル、アップルです。後について言ってください。アップル、アップル。次は指なしで、アップル、アップル。では5回言いましょう。アップル、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 アップル。はい。では次、これを読んでください。授業です。これを授業という人がたくさんいます。授の後に余計なうが入ってるんです。でも、授と10は全然違う音です。なので、授業という時は授を伸ばさないように言ってください。これは日本語のとっても上手な人でも授業って伸ばして言ってることが多いです。行はちゃんと伸ばしてください。では後について言ってください。授業、授業。じゃあ指なしで、授業、授業。5回言います。授業、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 授業。はい、いいですね。では最後に全部読みましょう。出てきた言葉、まず最初に皆さんが言って、その後私が言うので皆さんはもう一度言ってください。サッカー、コーヒー、こんにちは、レッスン、アップル、授業。はい、どうでしたか？日本語のリズムはわかりましたか？発音が綺麗というのはとっても大事なことです。自分の自信になります。なので、頑張って練習してみてください。もし自分の発音がいいか悪いかわからないという時には、ぜひ私のサブスクコースに入ってみてください。そこでは毎月1回発音チャレンジというイベントをやっています。皆さんに送ってもらった皆さんの声を私が聞いて、で、ここをこうすればいいですよって一人一人にフィードバックします。Also, the small 2 in lesson sounded like a long vowel. It's lesson. Right after you say de, start pronouncing the sound. Lesson. So actually, you hear the sound for this small 2. なので、それを繰り返すと、だんだん皆さんの発音は綺麗になります。本気で発音を良くしたいって思う人はぜひ入ってみてください。ただ、それは英語で教えているコースなんです。なので、英語だとわからないという人には申し訳ないです。
ただ、発音チャレンジのフィードバックは日本語でもできます。だから、それだけでもやりたいという人も大歓迎です。ぜひチェックしてみてください。では最後にメンバーシップに入ってくださっている方のお名前を言います。名前の読み方が間違っていたら教えてください。チャールトン・ローさん、ディマス・オシロさん、デブさん、ハルビレオさん、ウィリアム・ダウニーさん、フラグラント・オーシャンさん、トーマス・ラルスコフさん、メラニー・サンダーさん、エド・イーストンさん、エイミヤさん、デイビッド・スピレンさん、サウンドビジョン NW さん、レイド・ドリームズさん、ヨーク・ユバックスさん、アイリーン・チェンさん、キスナスキーさん、GUNC さん、アンナ・ライアンさん、ラファエル・クルツコフスキーさん、ライアン・ムーアハウスさん、オレンカさん、マーレンさん、ジョナリン・アベさん、パクセヨンさん、コウさん、ジョージヨンさん、ゴースーシェンさん、ヨルク・ディーデリヒさん、ケイさん、ヤガーピル42さん、コーダー XYL さん、チャンモクさん、ゲルドタイズさん、坂井ルカワさん、シュレヤッシュシンさん、アータさん、ヨバン・チューリンさん、フーカイジュンさん、コーリー・ホッジさん、カリオペさん、ケイラ・ブレイジーさん、クリスチャン・ジーさん、レナ・ドロネーさん、カシャさん、チョットギョンさん、カ・キョクメイさん、イ・スルアさん、セクシー・スノップさん、チェン・ブーイエンさん、ミツギ・ミスギさん、バルトーミエ・ポトラバさん、リチャード・デイビスさん、サイバーセキュリティ・フロム・スクラッチさん、ゾモフォックスさん、シャキラ・バヌさん、プシェミス・バフ・ニジュベツキさん、ニューチャンネルさん、レミレ・ボスさん、クオン・スンヘンさん、ワルター・エールデケンスさん、ジェシーさん、セシルさん、ラクローイさん、ネス・タナーさん、ルツユス・シェーンバウムさん、ノーマ・ケアリーさん、ジェイソン・ワンさん、ジョン・エムさん、 SGO さん、マシュー・エドワーズさん、静岡ブルースさん、エラリスさん、ユキコさん、ハロ・クレマーさん、ジョシュア・ファラーさん、リチャード・ニコラスさん、リン・ヤーチェンさん、フォルテキストさん、アーニーさん、ムーフイーさん、ダニーロスさん、エムリン・ロフトハウスさん、ペブルスさん、ユンさん、ヌリさん、チョン・ビョンスさん、チョン・ボヨンさん、ルデック・チェルティークさん、 EHJ さん、ナグワ・アブデル・モッタレブさん、マーロルさん、ラオルイダーさん、エバレット・マクダフィーさん、ソーコールドさん、ダイアン・ランキンさん、フライフライ・ニーナさん、マルカス・デュラスさん、ジュース・ホリックさん、ディランさん、ユン・ジョンフンさん、キム・ジョンウォンさん、ユルジェ・チェティンジェルさん、ビエナ・ブレブレフスカさん、オフィーリア・チャンさん、ウマペソワ・クアルケルさん、ジョン・ワレックさん、ロベル・スアレスさん、アラムギル・ホサン・ミヤギ・ムハンマドさん、バイシャリ・アリアさん、スヌアン・シュウさん、ドーン・エムさん、トレイシー・ロットンさん、カレン・プライスさん、トーファ・アーキテクチャさん、BC ユンさん、バナナキッズ TV さん、ジャックさん、マルールズさん、ハリツさん、ロス・ポヨスさん、ブルザパフさん、キム・テボンさん、トリビュートさん、ドリュー・ブロムクイストさん、ロス・ボーンさん、ジョン・ランバートさん、インシク・ベイクさん、マリさん、ゼロさん、パンダ・フランビーさん、ハイ・ジョアンさん、ムーテ・ナインさん、ファン・サンミンさん、ジャパン・ライフさん、ガブリエル・ローアンさん、オッカー・ニャスさん、パチャさん、ホー・ルイさん、ジュタマート・スティーブさん、ノエルさん、マリカ・ドミンゴさん、キム・ヨンヘさん、カナヤ・マリアムさん、チャンネルメンバーシップに入ってくださってありがとうございます。感謝の気持ちでいっぱいです。もし入っていない方がいたらぜひこちらも入ってみてください。ただメンバーシップで見れる動画もさっき紹介した発音のサブスクリプションコースで見れます。なのでそっちに入っていただければこっち YouTube のメンバーシップは入らなくてもいろんな動画を見れます。よかったらご検討ください。では今日も最後まで見てくださってありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録、そしてお友達にシェアしていただけると嬉しいです。では皆さん良い1週間をお過ごしください。また次の動画でお会いしましょう。またね。いつでも教えてくれる